とバイクに乗りたくなって小型免許を取って2年目になります。58歳のアラカンライダー田中です。モンキー125の相棒パルカ号に乗っていつもの練馬区を出発して私のふるさとである埼玉県桶川市の知る人ぞ知るうどん屋大木うどんに向かっています。道中の映像を背景にもはやシリーズ化しつつある白内障の話をするのですが、ついにレンズと手術が決まりました。自由診療のレイワンギャラクシーです。そこに至った眼科選びと手術前検査について体験談をお話ししようと思います。最初に見てもらった眼科では白内障の手術をしていないので他の眼科を紹介してもらいます。候補は大病院2つと近くのクリニック1つ。手術は日帰りも可能ということで歩いて行けるクリニックにしました。しかし家に帰ってから調べたところそのクリニックでは自由診療を取り扱ってなさそうです。私は YouTube を見まくってギャラクシーに興味があったため取り扱っていそうな近い眼科を AI に聞いてピックアップしました。都内でも多くはなく2026年2月の時点で5カ所ほど。そのうち一番近かった眼科に予約を入れました。もちろん紹介されたクリニックにも予約を入れています。両方に相談した上でレンズを決めようと思います。予約の関係で自ら探した眼科が先になりました。まず率直に他の眼科で白内障と診断され自由診療のレイワンギャラクシーを検討していると伝えました。そしたらギャラクシーも扱っていて片目66万難視があれば77万ですと事前に調べておいた相場通りの価格を提示されました。ぼったくり眼科ではなさそうです。説明も違和感がなく検査も丁寧でなかなか好印象。気持ちはこの眼科に寄っています。さて次は紹介してもらった眼科です。こちらは人気があるようで白内障手術は数ヶ月待ちだそうです。この眼科でも率直にギャラクシー希望と伝えたところ
ちでは取り扱ってませんと。すぐに教えてくれて、無理に他のレンズを勧めても来ません。それどころか、それなら検査はお金がかかるからやめておきましょうねと。この眼科も好印象。ちなみに自由診療をやらない理由を尋ねたら、保険診療と選定療養で満足される患者さんがほとんどと、ごもっともな回答が返ってきました。私のように自由診療を望む患者なんて絶滅危惧種の一類くらいに希少なのかもしれません。実際の数字でも保険診療が9割以上、選定療養が1から 5% 程度、自由診療は 1% 未満とか AI が調べてくれました。うすうす気づいてはいましたが、どうやら私は普通ではないらしい。こんな偏屈なおじさんは方針を決めました。レンズの第一希望はやはりレイワンギャラクシーと。そうと決まれば急ぎましょう。自ら探した眼科で手術に向けた詳細な検査をします。視力検査はもちろんのこと、角膜内皮細胞検査、これは緑とか白い光を見つめるやつ。眼圧検査、風がシュッと出るやつ。私これ苦手で、頑張って見開いていてもすぐ目をつぶっちゃうんです。おかげで何度もやり直して検査員さんに迷惑かけてます。あと多角的屈折検査、これは気球を見るやつですね。有意眼検査、左右の手で三角を作って先の物体を見る検査ですね。機械いるって思いました。ちなみに私の目は左利きです。サウスポーに憧れがあったのでちょっと嬉しいですね。あと OCT 光干渉断層計、これは網膜の層の厚みや内部の状態を精密に測定できます。私は小さな水ぶくれが見つかり、手術前に硝子体注射で処置しました。そして視野検査、真ん中の十字を見つめながら周囲の光が見えたらボタンを押します。不規則に光るので見えない時間が長いと不安になります。他にも眼内レンズの度数を決めるために
装置を使って測定。こうしたさまざまな検査を経て、私が手術で使うレンズは、両目ともレイワンギャラクシーの乱視対応版となりました。そのため費用は見積もりの高い方。片目77万、両目で154万と、軽自動車が新車で買えそうな金額に決定しました。でも自動車よりも圧倒的に長い時間使いますし、税金や維持費もないので納得のいく出費です。測定結果をもとに発注してイギリスから輸入になるので、手術は20日ほど先になりました。今は手術を前に病室の窓から枯れ葉を見つめる。長者も気分ですね。さて今日の目的地、大木うどんが近づいてきました。この辺りは地元なので家族で来たレストランがあったり、よく遊んだ幼なじみの家があったり、ノスタルジックな気分に浸れます。大木うどんについて食べる前に少し紹介しておきましょう。知らないで店に入ると異世界に紛れ込んでしまったと混乱するに違いありません。見た目は普通のうどん屋です。メニューも一見普通ですが、よく見ると太、細が選べます。でもここで太いうどん、細いうどんを思い浮かべてはいけません。太は例えるならそうですね、チュロスでしょうか。細ですら割り箸より太いです。もちろん割れる前の割り箸です。インスタ映えとかメディアへの露出を狙って奇抜な太さにしたわけではありません。だってインターネットどころか電話すら普及してない頃からずっと変わっていないんですから。その特徴からメディアに載ったり有名人が来たり、多分日常茶飯事でしょうけど、店内には一切記事の紹介や色紙なんかを飾っていないんですよね。そういう気質も昔から地元民に愛されている理由の一つだと思います。肝心の味ですか？今まで何人も知人を連れて行きましたが、美味しいねという感想は聞いたことがありません。
いや、比較対象がないんですよ。例えばうどんの質を表すのに、コシがあるとか言うじゃないですか。コシが硬さや歯ごたえを表すならば、間違いなく一級品というか特上です。でもコシが弾力を表すのなら、それは期待しないでください。っていうか、ネタに弾力があったら噛み切れません。そもそもグルテン化しているか疑問です。いや、まずいわけではないんです。その証拠に、明治時代からずっと地元民に愛され続けてるんです。このうどん屋の店内では、麺をすする音が一切しません。いや、その前に、麺類に分類してもいいのでしょうか。大木うどんが麺類に属すのなら、ぜひチュロスも麺類に分類することを提案します。本日の出費、ガソリン代129円、肉うどん1900円、合計1029円。読み上げアプリアイビススピーチ、音声合成モデルアイビスハブ田中、音楽ドガシンドローム、マシン風バイシーサンワークス。提供田中。